今日はねこの鉢を作ろうと思うんですけど、この出来上がった鉢から逆算して、どういうサイズで作ったらいいかっていうのを、僕のやり方紹介しますね。ちゃんとね作った時にトンボとか、設計図というかね作答メモみたいなのがあればいいんですけど、これはなかったんですね。なんか古典かなんかでイレギュラーで作ったもので、後からね注文が入ったので、これを元に再現していこうと思います。でまず、サイズを測っていきますね。まずは外径が220ミリそして高さじゃない、深さですね。深さを測ります。ここでこの高さをね測っても、外側の高さ測ってもいいんですけど、そうすると高台の形状とかね、高台の高さの兼ね合いで、器の正確な形にはちょっと遠くなっちゃう可能性があるので、内径を測ります。内径じゃない、内心、中の深さを測ります。棒を置いて、そして深さを測ります。これぐらいか。44ミリ、深さが44ミリで、直径が220ミリ、深さが44ミリ、こういう鉢になります。でこれを、逆算していくんですが、僕の使ってる土の場合は、一応 15% ぐらいの収縮率で考えますんで、そしたらまず幅ね、外径が220ミリ割る 0.85、15% ってことはね、85% に 15% 収縮するってことは 85% になりますんで、 0.85 で割ります。そうすると 258.8 なんたらかんたら、はい、そして、深さが44ミリ割る 0.85 は、51.7 なんとかかんとかミリ。よし、そしたら、直径が 258.8 だから259にしようか。259ミリと深さが 51.7 なんで52ミリ、ここら辺はアバウトでいいかと思います、ね、1ミリ以下のね、調整はちょっと現実的じゃないので、そこまで僕精度高くないんでねそしたら、前にもねなんかトンボの作り方紹介したことあると思うんですけど、竹串と平の竹串と長い竹串使ってやります。まず直径が259ミリ、はい、259ミリ、そして52ミリ、52ミリのところに印をつけて、これ若干52ミリよか長くてもいいです。後からね先端切ったりすればいいので。ただ短くとかジャストでやっちゃうと後の調整ができないんでね、僕は気持ち長めに取っております。大丈夫かな。
ちょうどいいかな。そして程よいサイズのドリルで穴を開けます。はい、穴開いた。そして穴に通すと、お、すごいぴったりだ、このドリルと串。よし、これでできました。真ん中大丈夫だよね。これで今ね割とぴったりしてるんで、グルーガンとかで留めないんですけど、普段はグルーガンでここ留めちゃったりします。穴緩かったりするとね嫌なんで。よし、じゃあこれでやっていきます。そしたら、トンボを作ったのでものをね作っていきます。だこの時はちょっともう本当にね久しぶりでどれぐらいの土の量を使ったか覚えてないので、今まず 1.5 キロの粘土、これを使ってやっていきます。よし、1.5 キロね、これを使ってやっていきます。よし、最初はねちょっと多めに粘土を取っといて、それでどれぐらい使ったか後で引けばね大体の量が分かるので、そしたら次作る、この次まだ何個か作るんで、次からはそのグラム数をね決めてちゃんと最初の玉を作っておけば楽になります。結構ね今回作る鉢は底が狭いから意外とね粘土使わないね。底の広い皿とかになるとねやっぱ粘土の量結構使っちゃうんだけど、まあ 1.5 キロもあれば足りるでしょう。足りなかったら次2キロでやるとかね。まあ、今回はこれ10枚ぐらいちょっと作ろうと思うので、注文はね5枚か確かそれぐらいだったんだけど、やっぱり注文に対してまあ 1.5 倍ぐらいに、ものによるけどね、まあ、23枚増しとか、まあ、倍作る時もあるしね。今全く在庫がないんでちょっと10枚ぐらい作っておけば在庫にもなっていいかなって感じです。ただね、ここであんまり調子乗っていっぱい作っちゃうと、ね、次作るものまた遅くなっちゃうんで、ね、何でもかんでもいっぱい作りゃいいってもんじゃなくて、そこら辺の兼ね合いがねちょっと大変です。そしたらここら辺からやっていきますか。そこの狭い鉢なんでね、土取り自体もそんなに広くしないで縦長の棒状から始めます。そこがだいたい決まったら、もうちょっといいか。そこが決まったらしっかり締めます。おお、外れた外れた。これがね
なるんですよね。さあうまく戻せるか。まあでも最悪この1個目は粘土の量とかを決めるためのものなんで、これ自体がね取れなくてもいいです、2個目からが本番ってことで。ちょっと無理やりなんとか押さえつけます。やばいね、ちょっと恥ずかしいとこ見られちゃったね。あれトンボどこやった。あったでトンボね、さっきのトンボで倒していこう。ちょっとやっぱ一回外れちゃったからね、変なムラがありますよね。まあしょうがない。とまあ楽勝だねこれね。グラングランしてるね。これで今 K がいいぐらいで、深さがねまだちょっと深いので、これ一回縁切ろうかな。縁を切って、縁を1センチぐらい切ってみようかな。そしてそこの辺りがね綺麗なカーブにならないとね気持ち悪いから、そこが一番気使うかな。あれ浅くなりすぎたか。浅くなりすぎちゃったな。これはこれで綺麗なんだけどな。
よし OK。 そしたらこれ 1.5 キロ使った玉からこれができて、でこれが余った分ですね。そしたらこの余った分を測ろう。よいしょ。これをね、で今 179g あったんで、1.5 キロから 179g 引いて、まあ 200g 引いて 1.3 キロぐらい、 1.3 キロあればいいかな。今これそんなに攻めてもいないからね、厚みもちょっと余裕あるんで、多分 1.3 キロで作れると思います。こんな感じ。はい、それじゃあ一応これを元に作っていきます。で一応ね、またこうやって悩まなくていいようにちゃんと作答メモを取っておきます。今日は2021年7月7日、日々化粧8、一応簡単なスケッチというか、なんとなくの形のね絵を描いて、で、径が259で、深さディプスが、ディプスなのかな、ハイトなのかな。ディプスって言ったらあれだよね、奥行きのこと言うよねよくね。まあいいや、52。一応さっきね、トンボにも、2021年7月7日って入れといたので、後でこのメモと照らし合わせれば、これはこれの、トンボだったんだっていうのが分かるようになってるはずです。でそうですね、僕がメモに書くのは、サイズと形とあとなんだっけ、 1300g か、 1300g。 あとは別に注意事項はこれはないかな。そう、こんな感じの、メモを書きます。恥ずかしいねこれね。ほんとこんな感じ。ものによっては、土取りの時の土取りのサイズ、最初の土取りのサイズとか、あとそこの径とかも、決めることもあるかな。それは本当ものによってですね。はい、こんな感じで、僕はねこうやって、出来上がったもの、出来上がりのものから、逆算して作る時はこういうやり方でやってます。参考になったら幸いでございます。このチャンネルでは、こうやって僕のね、陶芸のやり方なんかを紹介できればなと思ってやっていますので、フォローお願いします。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。